はいどうも、シンです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、平成版海底の採掘屋ダンクル・オステウス君と海のギャングメガロドンの簡易トラップのご紹介です。まずは海底の採掘屋ダンクル・オステウス君。海中生物唯一の採掘屋となっておりまして、採掘能力も高く重量軽減も持っている優秀な生物となっております。さらに頭が硬いものになっておりまして、かなり防御力も高く、戦闘も使えまして、プソテウテス君のテイムにも使える生物となっております。頭が硬い分ですね、通常はなかなかテイムが難しいところになるんですが、今回のトラップ使っていただくと、柔らかい体の面にボウガンを打ち込むことができますので、かなりテイムが楽になるものになっております。また、ダンクル・オステウス君、石現在にダメージが入れれるようになっておりまして、レベルや使うボウガンなどによってはですね、石でもいける場合はあるんですが、金属建材で作っていただいた方が安心できるかと思います。また、海のギャング、メガロドン君に関してはですね、海中潜ればすぐ見つかるかなり量が湧いている生物になるんですが、集合バフであったり、なかなか厄介な攻撃生物になっております。海中生物としては、こちらのイクチオサウルス君と並んで、まずテイムされる生物になってくると思うんですが、トラップに関してはですね、ダンクル・オステウス君よりちょっと小さいんですけども、少しカスタマイズすることで、同じトラップでテイムすることが可能ですので、今回一緒にご紹介させていただきます。ちなみに、メガロドン君のトラップは石建材で大丈夫です。ただ今回は流れでご紹介していきますので、金属建材でご紹介します。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではまず、ダンクル・オステウス君のトラップのご紹介です。必要素材はこちら。では作っていきますね。まず土台。高さはそのままかちょっと半分ぐらい埋めたぐらいですね。で、設置していただきます。高すぎると下から抜ける可能性がありますし、低すぎると入り口入れるのが大変になる可能性があるので、だいたい半分ぐらい埋めたぐらいでいいかと思います。続いて壁ですね。こちらを高さ2段、横に2段置きます。反対側にも置くんですが、2段目ですね。ここに関しては回転壁。このまま全部回転壁でもいいんですが、今回は壁で置きますね。石でする場合は、この置き方にしていただかないと、壁と回転壁の耐久度が違うので、ご注意いただければと思います。続いて、天井をこう貼るのと、入り口側ですね。さっき置いたものと反対側に置いてください。こちらは後でご紹介しますが、セラードアを設置します。最後もう一度壁をここに貼ります。以上です。ダンクル・オステウス君、壁2枚分と高さ2枚分は通れるんですが、ここからハーフでも下げると通れなくなりますので、この形になっております。ただし、ここ完全に空いておりますので、地形がですね、少し斜めになっているところとかであれば、ご注意いただければと思います。その際は壁を伸ばしていただくか、もしくは下に土台を引いていただければ、通れなくなりますので、地形に合わせて少しカスタマイズしていただければと思います。形としてはですね、セラードアを開くか、こちらの回転壁、どちらでもロックがかけれますので、どっちか一つ状況に合わせて開けれるようにしてます。必要建材は一緒なんでね。セラードアの方は下開きにしといていただきます。どっちか開けれればロックできるという仕様ですね。もちろんどっちか片一方だけでもいいんですが、状況に合わせてですね、開けやすい方を開けれるようにこの作りにしてます。全体像としてはこんな感じ。では実践していきますね。
今回は泳ぐスピードもありますので、クチオサウルスくんに手伝っていただきます。ダンクルくんの場合はですね、泳ぎそんなに速くないので、たださすがに人のスピードでは難しいので、何かしらの生物に乗っていただければと思います。ちなみにメガロドンくんでは無理なので、誘導する場合、乗る場合ですね、クチオサウルスくんか、もしくはアンコでやっていただければいいです。では、やっていきますね。一旦離れていただいて、まっすぐですね。こちら来るように入っていただいて、少し回転半径が広いので、ここだけご注意いただければと思います。これではまりましたんで、あとはですね、サバイバーで泳いで、セラドアを開けると。これでダンクルオステウス君出ることができませんので、セラドアでもいいですし、もしくはですね、こちらの回転扉開けた状態。これでも出れなくなってますので、どちらでも抜け出すことはできない作りになってます。ダンクルオステウス君、この頭のところが硬いものになっているので、正面からだとダメージが弱いです。通常、水中に関しては、このようにボウガンであったり、ハープンランチャーとなりますので、極力ですね、この胴体の方に打ち込んでいただければ眠らせやすいというものになってます。トラップではめてますんでね、どっかよそ向いたりしますんで、ある程度離れてれば、あまりこちら向いてこないので、後ろからですね、攻撃していただければ、テームしやすいものになっております。はい、見ました。海洋生物、なかなか寝たのがですね、わかりづらいところもあるんですが、衛星の場合、割とこの見える距離がですね、広くなっておりますので、本水が見えるんでわかりやすいかとは思います。以上です。続いて、メガロドンくんなんですが、必要素材はこちら。基本形はこれと一緒です。建材は石でいいです。ただ、このままだと、セラードアや回転壁、閉めても抜けれてしまいます。少し小さいので、ここにですね、どっちでもいいんですが、内側にウォーター壁を1枚貼っていただきます。これで抜けることができなくなります。基本的に入りづらいっていうことはないと思うんですが、もし邪魔になるようであれば、スロープとかで入りやすくしていただければと思います。では、やっていきますね。メガロドンくんですね。ヘイトを取っていただきまして、引っ張ります。ダンクルくんよりは誘導しやすいかと思いますので、このままですね、入り口の方入って、ちょっと上気味にいるといいです。ウォーター壁分ですね、上に入ってきてもらわないといけないので、これで中に入ります。下にこうやってくっついてると、ウォーター壁を入ってこれなかったりしますので、ちょっと上気味で待っていただくのがいいです。抜けましたら、このままですね、回転扉で閉めると。これで出れなくなります。もちろん、セラードアパターンで抜けることができなくなってますので、閉めるのはどちらでもいいです。もちろん設置はどっちでもいいんですが、必要建材は一緒なので、あとは眠らせるだけですね。メガロドンくんはどこに打ち込んでも一緒なので、普通に打っていただければいいです。ただ、湧いてる数が多いので、周りにいると他の子が来たりしますので、そこだけ周り整理してからゲーム開始していただいた方がいいかと思います。通常、水中の生物、ゲームする場合、ボウガンかハープンランチャーでないと打ち込むことができないんですが、麻酔弾や強力麻酔弾使いたい場合は、持っていれば真空室使っていただくと、麻酔弾や強力麻酔弾使うことができますので、詳しくは以前ご紹介したモササウルス用のトラップで解説しておりますので、ぜひご活用いただければと思います。寝ましたね。
海中生物気をつけないといけないのは、やはり寝たの気づかない場合が割とあるので、ご注意いただければと思います。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、海底の採掘やダンクルオステウス君と海のギャングメガロドン君の簡易トラップのご紹介でした。ダンクルオステウス君は金属、メガロドン君は石で作っていただければいいです。メガロドンするときですね、ウォーター壁を立てるのだけ忘れないようにしていただければ問題なくご活用いただけますので、土台2つでついておりますので、回収も簡単ですし、地形もそんなに選ばない部分ではありますので、ただ入って奥側に関しては下側何も押さえてないので、傾斜があるようであれば壁を増やしていただいたり、もしくは土台伸ばしていただいた方が確実だと思います。2匹とも抜けることはできませんし、ダンクル君の場合は前面が硬いので、できるだけ後ろから攻撃したいところもありますので、ぜひトラップご活用いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。